上入れた？マジ？僕はもうずっとビッグトラウト12ポンドを、メインラインはずっと使ってます。でリーダーの方はエクストリームショックリーダー。これもちょっと太さは16か20がほぼほぼ多いんだけど、例えばその大物が多い都市とか大物が多い地域とか、もう一つはその濁り具合ドクリアな感じだと少しその16とか使ったり、基本的にはでも20が多いかなっていう感じで使い分けてます。実はね、そのラインの強度自体、ビッグトラウトの強度自体もサクラマスでやるんだったら多分10ポンドで十分っていうなんか感覚なんですよ、俺は。僕なんかだとご存知の通りこうやってその取材をで何日間かこうやり続けさせられることが多くて、やっぱりサクラマスって言ってもね、どんなベテランでもかけるの大変で、やっぱり投げまくるんだよね。多分何百頭、下手すると本当1000頭ぐらいであげるやつがいるぐらい一日ね、各国に使い倒すんだけど、俺はだいたい3日使い倒したら交換してるんですよ。なので3日使い倒せる要は取材中に変えなくてもいいような劣化含めて12ポンドを使ってるわけ。使い倒してくるとやっぱり劣化してくるし、根がかりして引っ張ったりするとライン白くなるよね。その劣化含めた強度っていう面で12ポンド。一般的な人がその時使うんだったら10ポンドで全然十分な強度があると思う。どうして今このビッグトラウトとエクストリームショックリーダーっていうのは、俺今結構組み合わせは最強だと思ってて、この程よい張りと感度と程よい伸び、エクストリームショックリーダーも同じで、もともと低温低水温でも伸びるっていうことを前提に作ってあるリーダーで、さらに僕はもうナイロン、もちろんナイロンという組み合わせでやってるんだけど、このさっきも言った程よい伸びと程よい張りと操作性も良くて、そして魚がかかってバレないっていう最高の組み合わせじゃないかなと思って僕は使ってます。もちろん、今のはちょっと怪しいな。昨日もそこでちょっと当たりっぽいのがあったんだよね。いや、いると思うよ、もちろん。それを待ってるんだ。多分今べったりそこに張り付いてるよね。その真ん中のちょっとこうなってる筋のところ。それがちょっと出てこない。じゃあこれはその手前にダブルラインっていうのを作って、
ダブルラインってね、ナイロンでやると強度が上がるんですよ。 P でやるとものすごい下がるんだけど、ここはフィッシャーマンノットだからダブルラインを作って、それをフィッシャーマンノットで結んでるみたいな。だからその単純にノットってほとんどの場合強度を弱めるんだけど、その素材に合わせたノットをすることでその強度をむしろ上げるシステムもできるし、むしろ釣り物によってはあえて下げるノットをやった方がいい場合もあるわけ。例えばタイ釣りとかものすごいマダイ釣りやるんだけど、マダイ釣りってあまり強度が強すぎるとダメなんですよ。根がかりした時に本線が切れるような強いノットをしてると朝一で終わっちゃう可能性がある。根がかりした時だからあえて弱いノットっていうか、必ずノットで切れるノットを作ったりする。そうすればリーダー結び替えるだけでずっとやれるから。長いんだよ。いつもはこの半分ぐらいなんで、魚がでかいからね。もちろんいやローリングというよりはね、ローリングはそのかかっちゃえばしょうがないんだけど、キャスト回数が多いんですよ、サクラマスって。だからキャスト回数が多ければ多いほどその糸がよじれるから、それを防ごうと。基本的にはビミニツイストで、メインラインをダブルラインで作って、それでそのダブルラインでフィッシャーマンノットでリーダーと結束してます。どうだろうな、ほんと4、50センチぐらい。ただこれもやっぱり年によったり、やっぱり障害物が多い川だったり、魚のサイズだったり、アベレージサイズだったりとかっていうところで、やっぱり大きいのがいる時はやっぱり長めに取ってる。で障害物が多い川も少し長めに取るようにしてるんで、そういういろいろ使い分けはしてるかな。リングに2回通してからのクリンチです。一番信頼のおけるノットっていう。信頼置けるよね。実際なんか本とか見ると何パーとか書いてるけど、それその人の結び方によってそれは変化するんで、あんまり信用しない方がいいと思う。ちゃんと自分で確かめて、このぐらい力を入れて切れないんだったら大丈夫だっていうところまでちゃんと確かめた方がいいよね。その工程が少しずつちょっと違ったりすると完成度のその強度がだいぶ変わってくるから、そこは必ず検証した方がいいと思う、全てのノットで。遠い、これは遠い。これはきついな。
取れた。お、来た。来た。深いか。深いな。どうしかないな。あんまり大きくないけど横にかかってるかな。太いね。太い。と。ああ。いい顔してるな。太いね。いやもっとでかいのいるからね。今年は特に。試合だったのか。いや地合いとかじゃない。日頃の行いがすべて。何を言ってるんですか。プレミアムクオリティ。プレミアムクオリティ。あれ折れてるんだよ。あんな太いのにまあまあこうやってこのぐらいで上がってくるんだけど、昨日も太刀打ちできなかったからね。あのサイズがねいいね。サクラマスってやめらんないよね。あんなになんかこう興奮する魚って他になんかないよね。まあマグロも興奮するけどここまでじゃない気がするんだよな。なんかサクラマスのこの喜びは格別だよね。いやーいいね。やっぱり群れがいたね。まだまあまだ一本が取れたんで、まあ本来であればすごいなんか大満足な感じなんですけど、まあでもまあ数自体はそんなにねいつもよりはだいぶ少ない感じではあるんだけど、まあまあ大型のサクラマスが多くて、僕の仲間でも70オーバー何本か取れていて、まあ僕も今年はちょっとこう本気で狙えるんじゃないかなっていうところもまああり、結構本気で狙って、まあ今回も
かなり本気でただ釣るというその流れではなくて、本気でビッグワン取るぞっていう思いで、挑んでたんですけど、まあなかなか残念なことでそういうのは取れない。まあでも本来ぐらいのクラスのやつが1本出ればまあ、相当満足な、まあ満足なんですけど、言っても思い描いた感じのかかり方で、思い描いたコースで、思い描いたアクションでっていう、まあ本来これが理想で、やっているので、満足は満足です。ちょっとだからサイズ的に本当に狙ったところではなかったんですけど、まあでもサクラマスってでもこんなもんかなっていうところはまあ正直あって、まあサクラマスにあらずだ。特にサクラマスってもともと数も少ないし、なかなか相当気難しい魚なんですよ。言っても川に入って餌も食わない。それをまあ餌でもなくルアーで釣るっていう、特にプラグで釣りたいっていう思いがあるとなかなか本当に難しい、出会うことすら難しいんですけど、でもこれもまたね、釣れないのも釣りなんだよね、サクラマスって。だからそれも楽しめる釣りであってほしいなって、なんか最近すごい思うんだよね。本来ね、釣りって自分で楽しむものなんで、実際言っても大きいのちょっと矛盾するかもしれないけど、大きいのっていうことだけではなくて、釣ることの楽しみだったりね、そういうことにもこだわりを持ってたり、そういった意味でファイトを楽しみたいっていうところだったり、あとまあ今回ちょっとその話は触れてなかったけど、キャスティングも楽しみたい。キャスティングの軌道を美しい軌道を描きたいっていうところがすごくナイロンを使うにあたって僕は大きくて、物理的な話をしちゃうと細いラインでフルスピードを速くすれば飛距離はもちろん出るんだけど、固めのロッドで。だけどそういうことじゃなくて、最小限の力でロッドの曲がりを使って、ラインの伸びを使って最小限の力でキャストする、低弾道で美しい伸びのあるキャストっていうのかな、これがなんか僕の根本にあるんで、そういうところも好きで、ナイロンを使ってるっていうのもまあすごく大きいところもあるんだよね。とはいえさっきも言ったようにまあ楽しめればいいから別にまあ大きいのはいいやっていうわけではなくて、楽しみながら大きいのを狙っていければなって、これからもだからその辺を攻め続けていきたいなというふうには思っています。プレミアムクオリティ待ってましたありがとうございます。もう重要だから、これが一番だな今回が。